前回まで PCR とはどんなものかお話ししてきました。今回は反応のポイントや PCR の活用例についてお話しします。まずは反応のポイントについて。PCR を行った時に目的の増幅が見られない、少ない、また Non-specific、非特異的な増幅が目立つ。そんな時見直せるポイントをいくつか挙げます。1、Contamination、汚染。PCR 法は High sensitivity、高感度なため、実験室に存在する他の DNA による汚染を回避するための適切な対策が必要です。2、プライマDesign、ー。設計は PCR 産物のYield、収量を改善したり、非特異産物の形成を回避する上でとても重要。設計にはこのようなポイントがあります。プライマー設計を支援する様々なツールもあります。3、ポリメラーゼの活性。DNA 複製時に生じるエラーを修正する Proofreading activity、プルーフリーディング活性を持つ酵素を利用する場合もあります。4、マグネシウム。Concentration、濃度。マグネシウムは DNA ポリメラーゼの Cofactor、保因子として必要です。最適な濃度で行うことが重要で、増幅効率が悪い場合は濃度を上げる。非特異産物が多い場合は濃度を下げます。5、DNTP 濃度。4つの DNTP の比率の Imbalance、不均衡は新しく形成された DNA さえのMisincorporation、誤取り込みを引き起こす可能性があり、量が多すぎるとエラー率を高める可能性もあります。では、このごく少量の DNA を大量に増やす技術がどんなところで役に立っているのかご紹介します。例えばこれらの分野でこのように利用されています。たくさんありますね。Forensic medicine、法医学分野での応用。PCR が登場する以前は Blood typing、血液型検査が重要なツールでした。しかし、この方法では個人の特定は難しかったようです。PCR ははるかに識別するのに優れた能力を持っています。例えば、犯罪現場から Isolated、分離された微量な DNA サンプルを容疑者の DNA と Compare、比較したり、DNA データベースと比較したりします。こうすることで容疑者を Identify、特定したり、Exclude、除外することができます。次に分子遺伝学、生理学分野での応用。これらの研究分野での応用も多く、例えば DNA クローニングに活用されます。PCR クローニングは PCR によって増幅した DNA 断片をベクターに Ligation、連結する方法。PCR を使うことで材料となる異型 DNA が少量で済みます。変異が入るように Base substitution、塩基置換やDeletion、結出、Insertion、挿入された PCR プライマーをデザインすることによって遺伝子の Mutagenesis、変異誘発も行えます。また、Tissue、組織や個々の細胞を様々な段階で分析して、どの遺伝子が活性化しているか、または非活性化しているかを確認することができます。Quantitative PCR、定量 PCR を使用して実際の発現レベルを定量化することもできます。食品の検査にも PCR は利用されています。例えば、Non-genetically modified organism、非遺伝子組み換え体に Genetically modified organism、遺伝子組み換え体が含まれるかどうか検査する場面などで活用されています。遺伝子組み換え体に含まれる特徴的な DNA 配列のみを PCR で増幅し、Electrophoresis、電気映像で増幅産物の有無を確認します。他にも食品に特定、Raw material、原材料が含まれるかどうかの検査にも利用されています。他にも Paternity testing、親子鑑定や考古学分野で古代サンプルからの Phylogenic analysis、系統解析などにも利用されています。このように PCR は生物学、医学など幅広い分野で遺伝子解析の基礎となっていたり、身近なものの検査に利用されるなど幅広く利用されています。